皆さんこんにちは。日本語マスターへの道へようこそ。このポッドキャストでは、日本語学習のヒントとかコツを楽しくお話ししていきます。ナビゲーターのあいみです。こんにちは、ゆうきです。あゆみさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いしおます。願いします。ゆきさん、はい。今日はですね、日本語を勉強している方から本当によく聞かれる質問を取り上げたいと思ってます。なんでしょそれは、丁寧語とカジュアルな言葉、どっちから勉強するべきという問題でう。す。これは、永遠のテーマかもしれませんですよね。ね。特にアニメとかドラマ、J-POP とかきっかけで日本語に興味を持った人って、なんかこう、友達同士で話すような、自然な会話に憧れますもんね。そうなんです。それで実際に日本に来て、うんうん。学校で友達ができて、うん。その日本人の友達にもっとカジュアルに話していいよ、私たち友達でしょなんて言われるうんうん。こともあるみたいで。親切心から言っちゃいますよね、それそうそは。う。敬語なんて水臭いよ。タメ口で話そうよ。良かれと思って。でもこうん。こに学習者にとってはすっごく大きな落とし穴があるんですよ。落とし穴。ほとんどの教科書って丁寧語、つまりデスマス調から教えるじゃないですか。まあそうですね。はい。だから学習者の多くはそれが唯一自信を持って話せるスタイルなんです。なるほど。なので急に「はいタメ口でどうぞ」って言われてもどうやって文を崩したらいいかわからなくて、結果的にすごく不自然でなんか変な日本語になっちゃうことが多いんです。わかりますわかります。例えば、私、昨日映画見た、みたいな単語をブツブツって並べるだけになっちゃったり、うんうんそうそうそう流暢なのに何か話そうとすると、急に言葉に詰まっちゃう。そうなんですよ。それは自信なくしますよね。すごく残念な気持ちになると思います。まさにその通りなんです。うーん。その経験から、最初からタメ口を勉強すればよかったって後悔する人もいるそうなんですが、うんうん。私はそれは間違いではないけど正しくもないって思ってるんです。というと。なぜなら、どんな状況でもポライトジャパニーズ、つまり丁寧語はキャジュアルジャパニーズ、タメ口よりももう圧倒的に役に立つからです。ほう。理由はシンプルで、丁寧語は日本で誰に対しても失礼なく使える万能な言葉だからです。確かに。ですよね。僕たち日本人も初めて会った人にいきなりタメ口で話すことはまずないですもんね。ないですよね。相手が年下に見えてもまずは丁寧語で話します。ええ、ええ、それが社会的なマナーですし、相手への敬意を示す方法ですからね。ええ。ポジティブで健全な第一印象を与えるためには丁寧語が絶対に必要なんです。確かに。一方で、じゃあタメ口を使う相手ってゆうきさんはどうですか？やっぱり家族とかもう長い付き合いの親友とか、うんうんうん。知り合ってから時間が経ってお互いのことをよく理解している相手に限られますね。ですよね。初対面の人にタメ口で話しかけられたら、えってちょっと驚いて、ちょっと距離を置いちゃうかもしれません。ですよね。だから学習者の皆さんへの一番のアドバイスは、まずは丁寧語をしっかりマスターして話すことへの自信をつけましょうっていうことです。うんうん。丁寧語を使ってたくさんの人と知り合ってポジティブな関係を築いていくことが先決です。なるほど。で、その中で、この人とはもっと壁を取り払って話したいなって思える特別な友達ができたら、そその時にその人をお手本にしてカジュアルな話し方を学んでいけばいいと。そういうことですね。その通りです。焦る必要は全くありません。うんうん。土台となる丁寧語がしっかりしていれば、そこからカジュアルな形に崩していくのって後からでも全然十分に可能ですから。まさに急がば回れですね。はい、しっかりした土台があれば、その後の愛用もずっと楽になりますからね。そうです。ということで今日のまとめです。お願いします。はい、日本語学習は誰にでも使える丁寧語からスタートして自信を持って話せるようになろう。そしてカジュアルな言葉遣いは親しい友達ができてからその人との関係の中で自然に学んでいくのがベストでした。さてリスナーの皆さんにも一つ質問です。はい。もしあなたが日本語を教える立場だとしたらやっぱり丁寧語から教えますか？うん。それとも学習者の目的によっては最初からカジュアルな表現も
一緒に教えるアプローチ取りますか？面白い質問ですね。ぜひ皆さんのご意見も聞いてみたいです。それではまた次回お会いしましょう。日本語マスターへの道でした。また次回。